まさかのアップルがいきなりビジョンプロの新型を発表しました。今回それについて情報をまとめて動画を出そうと思っていたんですが、実は情報をまとめていたらアップルが抱える深いジレンマが見えてきました。発表されたのは M2 から一気に M5 チップ搭載版です。一見スペックは確実に進化しているように見えます。しかし本当にこれで良かったのでしょうか。実際にこの初代のビジョンプロを使っていてある疑問が湧いてきました。この現実世界をカメラ越しに見るこの方式、この仕組み自体にスペックでは解決できない問題があるのではないでしょうか。今回は新型の情報とそのジレンマについてお伝えします。まず今回搭載された M5 チップについて説明します。M5 は2025年10月に発表された Apple の最新チップで MacBook Pro や iPad Pro と同時に Vision Pro にも搭載されました。特にグラフィックと AI 処理が強化されています。Mac、iPad、Vision Pro で同じ M5 チップを使うことで Apple 製品全体の性能が底上げされた形です。では具体的に M2 から M5 で何が変わったのか見ていきましょう。チップ性能から見ていきます。CPU は8コアから10コアに、GPU も次世代10コアになって処理性能が大幅に向上しています。ハードウェアレイトレーシングとメッシュシェーディングにも対応しています。これにより光や影の表現がリアルになってゲーム体験が向上するはずです。実際今回新しいゲームタイトルもリリースされており、このレイトレーシング性能の恩恵を受け入れられるようにしているようです。AI 処理ではペルソナ生成や写真の空間化などのシステム機能が最大 50% 速くなり、サードパーティーアプリでは最大2倍の高速化を実現しているとのことです。メモリの処理速度も 53% 向上しているようです。レンダリング性能については初代版と比べて画素が約 10% 増加し、リフレッシュレートが最大 100Hz から 120Hz に向上したとのことです。つまりパススルーが 120Hz 対応になったということです。その他 Mac 仮想ディスプレイやアプリ全体でも恩恵があります。個人的には今回の変更で一番気になるのはこのパススルーの 120Hz 対応です。今までの初代では左右を向いた時にモーションブラーが発生して残像感がありました。長時間着用するには明らかに問題になっていました。 120Hz 対応になることでこの残像感が軽減されて動きが滑らかになり使用感が向上するかもしれません。その他の改善点としては新バンドデュアルニットバンドが登場して装着感が改善されたとのことです。新型にはデフォルトで付属していて単体で 16,800 円で購入して M2 版にも装着可能です。自分はすでに Amazon で購入したこのサードパーティー製のヘッドスラップを使っていて、これである程度満足しているので今更公式のものを買う気にはなりませんが、思ったより手が届く価格でありっちゃありかもしれません。Apple にしてはです。バッテリー駆動時間は約30分伸びて一般使用で 2.5 時間、動画再生で3時間になりました。Apple は高性能バッテリーと表現していますが、バッテリー自体が変わったのか M5 チップの省電力化によるものなのかは明記されていません。実際の使用感について話すと、初代ではアプリ起動時やホームに戻るとき、ブラウザ操作などでも若干重い時があります。特に画面録画しながらや 3D モデルを表示しているときは重く感じることがあります。新型ではその辺が改善されている可能性があります。AI 処理やシステム全体のパフォーマンスが向上しているので 3D モデル表示時の重さやアプリの切り替わりがスムーズになることは期待できます。今回の発表をどう見るかですが、既存の初代はもう公式で買えなくなっていて、今後購入するには新型になります。単にパワーアップというよりマイナーチェンジという印象です。 120Hz やゲーム対応などスペック面での進化はあります。ただ正直言うとそこまでビッグニュースという印象でもありません。これなぜかというと本当に重要な問題は解決されていないからです。重さについては実は大きな問題があります。公式仕様を見ると初代の本体の重量は 600g から 650g の表記だったんですが、新型では 750g から 800g になっています。つまり 100g から 150g 重くなっているようです。すでに重たいのにこれ以上重くなるのかというわけです。Apple は公式発表でこの重量の増加については一切触れていません。代わりに新しいデュアルニットバンドで装着感が改善されたと大々的にアピールしていますが、重量増加から
目をそらせようとしているようにも見えます。重量増加の理由はおそらく M5 チップの発熱対策や内部構造の変更だと思いますが、公式な説明はありません。そして重量だけでなく、Vision Pro の用途が限られているという根本的な問題は残ったままです。60万円という価格に見合うキラーアプリが特になく、結局イマーシブビデオや動画視聴、Mac 作業の延長ぐらいでしかメイン用途が思いつきません。最近では InMo Air 3や Ray-Ban Meta Display のような AR グラスを使ってみて、カメラパススルー方式自体に根本的な問題があるように感じるようになりました。透過型と比べると、これ圧倒的に日常使いしづらいんですよね。結局シースルーで現実世界を直接見れる AR グラスの方ができることは少なくても実用的だと実感しました。そして実は Apple 自身もこの問題に気づいているかもしれません。最近 Apple が Vision Pro の次世代開発を停止して AR グラスにシフトしたという報道がありました。メタに対抗するためにディスプレイ搭載の AR グラスを前倒しで開発しているとのことです。今回のこの新型はその方針転換の中での妥協案として出されたのかもしれません。Apple もこの形であるということの課題をかなり大きく考えているのかもしれません。価格については据え置きで、新型は 256GB モデルが59万9800円です。いやー、値段上がらなくてよかったです。もし今回の発表で改めて興味を持った方には中古という選択肢もおすすめかもしれません。最近気づいたんですが、初代の Vision Pro は中古で35万円前後で販売されています。新品の半額近い価格なので、最新スペックにこだわらないのであれば中古の初代の方がコスパはいいかもしれません。この価格であれば体験価値としてはありだと思います。もう発売日に海外まで行って買った自分としてはもう複雑な気持ちすぎますけどね。新型は内部性能の強化が中心のマイナーチェンジと言ってもいいでしょう。Apple Store で新型のデモ体験予約がすでに始まっており、体験は10月22日からできます。デモ体験自体は無料なので、気になった方は試してみるといいと思います。自分も 120Hz のパススルーでモーションブラがどう改善されたのかとか気になるので体験しに行く予定です。今回新型発表という明るいニュースの裏に Apple のジレンマが見えてきました。皆さんはこの新型をどう見ますでしょうか。 Vision Pro の未来、そして Apple の次の一手に期待できるのか、その辺コメントで意見聞かせてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。